この大根丸々1本が重すぎた。でもこれで100円だぜ。買うしかないじゃん。ふりかけのゆかりシリーズの最新作のひじきの秀樹がさ、発売するって聞いて買いに行ったんだけど、田舎だからなのかわかんないんだけど、新作の入荷がすごく遅くてさ、だからまだ売ってなくて残念。最近また昔言われた嫌なこととかをぐるぐる思い出しちゃう期間に入ってきちゃって、やっぱり私恐ろしいほどに内向型かも。でも東洋医学でも外向内向の考え方があるらしくて、でそれぞれ病気になった時の対処法って違うらしいよ。でもこの一人は好きだけど一人は嫌いっていうのがさ、この反する気持ちがさ、分かる人には分かるってなると思うけど、分からない人は分からないって思うと思うし、そのまんまの言葉言っちゃってる。私が占い行ったら楽勝だろうな、占い師さん。相反する性格を言っていけばいいんだからさ。肌色塗るときって映ってないよね。映らないんですよね、肌色塗るときはカメラに。でも最近その思い出したモヤモヤがさ、正直一回アズーに相談して、なるほどっていう回答をいただけて、自分の中では解決したことなんだけど、だから今回ももやっとした時にその解決策を思い浮かべて納得させようとしたんだけどさ、そのもやってしたことが内容言えなくてすまん。もやってしてることが今自分の中でめちゃくちゃコンプレックスなことで、それを解決する方法もあるにはあるんだけど、そうするには私がめちゃくちゃ無理をしなくちゃいけなくて、でそうなると今の生活が崩れるから、何かしらダメになることがたくさんある。だから行動してない、現状維持のままいることでさ。でも絵描いて生活したいなんてさ、そんな一般ルートから外れた道を選んだ時点でさ、なんていうか一般の感覚に自分がなろうとしないでいいんだよなっていうか、そこに当てはめに行こうとしなくてもいいんだよなって自分に思う。なんか私アズーと話してて目から鱗だったことがあって、私子供の頃から絵描いてるから必然的に絵描く友達も多くて、だから身の回りに絵描く人が多いイメージで育ったの。あと SNS でも絵描き仲間とつながったりして、絵描く人って多いなウキウキとか思ってたんだけど、なんかの話の時にアズーに私がその絵描きって多いみたいな感覚で話してたら、いやいや全然少ないよって、大体は別の道に行ってるよって言われて、確かにそうじゃないと世界成り立ってないかと思って、その時に自分の視野の狭さを自覚したんだよ。今神戸でゴッホ展やってるんだけど、結局行けそうにないな。なんかね、人気すぎて入場予約がもう取れないの。当日現地行って並ぶしかなくて、でそうなるとさ、万が一入れなかった時の精神的なダメージがでかくて、だからもう諦めてしまった。見たかったなゴッホ。なんかゴッホの性格めっちゃわかるんだけどゴッホ困惑。
今日は絵の野外撮影してみようと思ってこの子連れて行ってみます。どうなるかわかんないけど一回やってみてまたインスピレーションもらえるかなと思って、今ジンを作っててそれに使う写真イラストを考えてるんだけどさ、なんかいろいろジンの起源というか歴史を調べてったら、あんまり作品集ってジンって言えないんだなって思って、ただのイラスト集にならないようにしたくて悩んでます。行こう。写真すごい綺麗に撮れた。うわびっくりした。すいません。ハト。写真すごい綺麗に撮れた気がする。おー、木漏れ日ってます。なんか私あれなんだよね、こういうさ意外なところに意外なものみたいなのがすごい好きで、っていうかサブカル育ちみんな好きだよね。風呂場でさ謎に可愛い女の子がカップ麺食ってる写真とか大好きなわけ。そっち系かなって思った。可愛い女の子を自然に置くことでよりその力強さっていうか、一応自分の絵に力強さがあると思ってて、自然の中に置くとそれがより際立つんじゃないかなって思った。